おはようございます。阿部義俊です。今回は近所の吉祥寺のそのロフトで、ちょっと買い物をしたんで、買ったものを紹介してみようかなと思います。2つ、買い物をしました。1つはトラベラーズノート用のリフィル、用のバインダー、もう1つは、クレイドと読むのかなというメーカーのルーズリーフとそのルーズリーフ用の紙ですね。どっちからいこうかな。じゃあまずとりあえず、こっちから。見た目シンプルなトラベラーズ用のリフィルのバインダーで、なんで買ったのかっていうと、僕はその日々の、メモをこの吹き出しメモという形式で、日々のログを取っていて、でそれが、コツコツと溜まってきて、でバレットジャーナルはプロッターの M6 の方に移行しちゃったんで、途中まで書いて、これはもうおしまいなんですけど、この辺を保管しておこうと思って、これは別にするか。こっちか。とりあえず吹き出しメモだけ専用のバインダーにしようかな。で、これは作りが面白くて、こういうのよくあるものなのかな。僕はこういう形式のものを初めて見たんで、なるほどなと思って、この柔らかい針金が通してあって、気をつけながら、ちょっと危ないですけどね、外して、この、両方外れちゃった。ここに、真ん中のページを挟んで、ここをギュッと曲げながらここに戻すと、そして閉じると。そうするともうこれで、保存できますよと。楽ちんですね。自分のように個人的なあれなんで見せて大丈夫かなと思ったら、セブンで味噌菌を買いに行くみたいなちょうどその頃の、記録ですね。なんか大したことは何も書いてないですね。でもこれちょっと厚みがあるとちょっとコツがいりますね。これ特にトラベラーズノート用じゃなくてカクリエって別な、規格のやつなんで、ちょっと作りが違うというか、ちょっとうまく入んないかも。大丈夫かな。結構1日 1,2 ページぐらい書いているので忙しい時間が過ぎるみたいなことを毎日のように愚痴ノートですね。このちょっとカクリエはちょっとこれの型にうまくはまってないな。でもギリギリか。そうですね。一応一回止めちゃえば普通に使えるんで大丈夫です。で、針金が4本3、4、5本ついてるんで、5冊ぐらいは挟めますよということで、これは割といいんじゃないでしょうか。針金の順番が僕がスーパー不器用なんでもたくたしてますけど、そんなに難しいものではないので安心してください。ちょっと待って、ちょっとね、やっぱこのカクリアがちょっと規格が違いますね。まだ使ってない2本の針金をこの右側にキープしたまんま、ちょっとこれを閉じたくて今一回やり直しましたけど、よいしょ。これはまさにトラベラーズノート用なんで、今僕みたいにちょっと規格違いのものを入れると、ちょっともたくたしてしまいますけど、それでも使えますね。こんな形で保存できて便利ですよと。はい、まず、トラベラーズノート用のバインダーでした。もう一つはこのクレイドという、メーカーというかブランドのルーズリーフなんですけど、今ちょっと丸々撮り直していて、1回目撮った時はなんかいろいろ勘違いがあって、動画がグダグダになってしまったんで、今丸々撮り直しております。クレイドというのは、僕が最初に見た時はロフトの棚のところの説明書きで、これはドイツ語で衣服とかそういう意味でドイツのブランドなのかなと勝手に思い込んでいたりして、それで開けた時に上4つ下4つしか止める場所のないそのルーズリーフのこの形とかを見た時に、なんか独自規格のものなのかなと思って、なんかその前提でちょっと喋ってしまったりして、それ全く勘違いで、僕自身はもう今から30年も前の話なんで、もう全く記憶がおぼろげですけど、文房具屋でバイトしていた時期があって、割とノートとかを扱う担当だったりしたこともあったんですけど、なんかすっかり忘れてまして、これ英語の普通の20ケツのルーズリーフですね。なんか自分はなんか学生さんとかよく使う B5 の26ケツのルーズリーフはなんか使っていた時期があったんですけど、そういえば英語は20ケツなんですね。なんか20ケツのものあんまり使ったことないのと、なんかこの上と下しか止めるとこがないのがなんかちょっと変わっていて。でこれ自体は、新日本カレンダーという、日本のメーカーのなんていうかな、クレイドというちょっとおしゃれなブランドというか製品ラインナップっていう感じですね。で買った理由は、ここに入ってる
贅沢なルーズリーフっていうその中のこのリフィルが国内最高級の筆記専用紙 OK フールス紙を使用って書いてあって、万年筆なんかでもいいですよって書いてあって、それに惹かれてちょっと買ってみた次第であります。で、説明としてはこんな感じかな。じゃあここから、元の動画に戻して、OK フールス紙のちょっと書き味のテストみたいなことをやりますんで、動画を戻します。ではでは。はい。で、これ買った理由はデザインがちょっと良さげで、自分あんまり万年筆とインクで手一杯になって、紙の方に全然今意識が向いてなくて、でも万年筆好きですけど、当然書き味ってそのペン先とインクの他に紙の影響もすごく大きいじゃないですか。っていうかむしろ紙の影響がめちゃくちゃ大きいじゃないですか。その紙質によってにじむにじまないとか、裏写りするしないとか、滑らかとかザラザラとか、その全ての要素がその紙で変わってきちゃうんで、これ見た時に贅沢なルーズリーフって書かれていて、で万年筆でも裏抜けしにくい滑らかな書き味みたいに書いてあって、ちょっと良さげだなと思ったんですよ。それで、ついつい買ってみてしまったところ、これはこれに使えばいいんですけど、ノートとか手帳とかが増えると管理しきれなくなっちゃうんで、あんまり増やしたくなくて、外に持ち歩くように英語のプロッターのやつで、家のここ仕事場に置くようにこの、今まで使っていたこれダヴィンチ手帳かなんかかな、の英語のリング系のやつっていう風にしていたんですけど、3冊目のノートができてしまいました。なんか使い道を考えます。で、オートのタッシェっていう超ミニ万年筆を買いました。近所の文房具屋でレジの脇に置いてあって、何これって手に取ったら、なんか超おすすめしてくる感じのあれで、なんか断れなくなっちゃいました。じゃあこれもみたいな感じで買ってみました。なんかね、でもちょっと気になったのは、これ開けてみたらインクが入ってなかったんですよ。オートのサイトを見るとインクが1個入ってるはずなんで、いいんだけど、今は、モンブランのパープルを入れていますと。方眼マスなのに文字の感覚が合わないっていうね、驚きの下手くそさを、こんな感じの音です。これが今 OK フールス紙、これがいつものトモエリバー。そうだな。まず裏写りはでも微妙にちょっと抜けそうになってますけどね。こんなきつく、普通やらないことだけど、きつくやったら抜けちゃう気がしますね。ちょっと抜けてきてますね。そうか。書き心地自体はもちろん悪くないです。非常に滑らかで、ちょっと擦る感覚があるけど滑るように書けるっていうような感じの書き味ですかね。裏抜けはしにくいって書いてあったけど、すげえ濃く書くと完全には抜けないけど、ちょっと逆にトモエリバーの方が、待てよ、トモエリバーもやっぱり今みたいにゴリゴリと書くと抜けるけど、トモエリバーの方が紙薄いのに、そういう意味では裏抜けはしにくいし、裏写りの量も少ない。トモエリバーはスーパー優秀ですね。OK フールス紙は確かに高級感がある紙かなと思います。そしてすごいふかふかと、確かにちょっとなるほどね。すごい滑らかっていうか、スルスルっとした感じで面白いですね。書き味はね、確かに紙でほんと全然違っちゃって、万年筆のレビューとかほんと難しいですね。インクでも変わるし、書き味でも変わるし、でペン自体の太さでも変わるし、個体差もあるし、その人の筆記角度でそのペンの書き味ってだいぶ変わってきちゃうんですよね。今僕みたいに変な持ち方してる人のはあんまり当てにならなかったりして。
ちなみにこのタッシェは 0.5 ぐらいの太さですよって言われたけど、まあそんなもんかな。細字好きとしてはあとちょっと細ければなと思ってしまうけど、これもだからなんか裏書きをしない方がいいですよって言われたけど、ちょっとポイントで使うのはちょっとお許しくださいという感じですけど、よいしょ。ひっくり返した時に結構細くなるんで、それはいいですね。確かにちょっと書き味がだいぶ違うなっていうのはちょっと分かってきました。猫ちゃん顔が似ないな。線画ってなんかね、線の太さがちょっと違うだけで、絵にすごい表情が出るんですよね。だからポイントでちょっとだけ細い線が引けるようなあれがあると、なんかそのペンの使い勝手がね劇的に変わるんですよね。なのでちょっと裏書きがやめられなかったりはしますけど、長期間の筆記とか大量筆記をしないように気をつけてやりますので、使う方もなんか僕のやつを見て、そうなんだ、裏書きしちゃおうと思う時に、ちょっとそんなに大量にやっていいことではないよっていうのをちょっと気をつけて、見ていただけると、ありがたいです。この猫を描いたところでちょっと書き味の参考にはならないですけど、でも確かに面白いですね。紙でこれがなんかなかなか映像で伝わらないんですけど、この筆記音みたいなものでちょっと伝わってるといいんですけど、自分のこういうふうに実物のものとかを描いてる時の癖として、なんかぶつかっちゃいそうって思った時にとっさにぶつかんないように形に嘘をつくんですよね。これも全然ぶつかる。だから漫画とかを描いていてコマからちょっと絵がはみ出ちゃいそうな時にはみ出ないように形を狂わせちゃったりするんですよね、無意識に。それすげえ良くなくて、当たり前だけど。というわけで、これはクレイドというブランドの英語サイズのルーズリーフでした。あとは、この贅沢なルーズリーフという OK フール寿司という、紙で、自分としてはこれを買った時にこの特殊な上4つ下4つしか止める場所がないこのリングの形とかを見て、ちょっとなんか変わった企画のものなのかなと、思ったりして、結果的にはよく見てみたら普通の英語の20節のルーズリーフで、メーカーもこのドイツ語だったりしたんで、なんかドイツのメーカーをなんかどっか日本の業者が日本で売ってるのかなと思ったりしたんですけど、これは日本のブランドでした。で、僕自身は今までずっと英語サイズの手帳は使ってたんですけど、それはだから全てこういう6欠のシステム手帳のリフィルしか使っていなくて、この20欠のやつ持ってなかったんですよね。で、今後じゃあこれで何かやっていくにあたってどうしよう、この20欠のこのフール寿司以外のものをどうしようかなと思った時に、もちろんそれをなんかいろいろルーズリーフ探して買うのもいいんですけど、これは普通のルーズシートっていうのか、普通の英語サイズの紙で、紙はこれトモエリバーです。それで、こんなものを買ってみました。Amazon で1000円ちょっとぐらいか。いわゆる20欠のルーズリーフを作るための、穴開けパンチですね。で、これに紙の端を揃えて、この紙の角っこを、ここにある赤い線に合わせて、よいしょ。で、奥まで入れて、せーので、よいしょ。ちゃんと奥まで押し切ると。で、一つ開けて、二つ目の、よいしょ。穴をこの赤いところに
左から数えて2つ目の穴がここの赤い出っ張りに入るように入れて、で奥までしっかり入れて、で押し切ると。よいしょ。また1個開けて左から2個目の穴をここに当てて、よいしょ。左から2個でもダメだな。割り切れないな。これやっちゃったら21個開いちゃうもんね。まあ最後の1回はここの線にぴったりくる位置にこうやって入れればいいので、ぴったりいかないや。ちょっとずれるけど、まあこれで最後の1回押し切れば、よいしょ。とりあえず2、4、6、や、10、2、4、6、や、10、20ケで、この元々のその OK フール寿司と左右合わせても、よいしょ。まあほぼほぼずれなくぴったりきて、これではよいしょ、この上下のずれもなく、綺麗に開いておりますよと。いうことで、まあこんな感じで、こういう穴開けパンチそんなにめんどくさいもんじゃないし、ルーズリーフを大量に消費する人はちょっと面倒かもしれないですけど、僕みたいにちょっと書き物をするぐらいで、1日に1ページか2ページずつしか消費しない人間にとってみると、まあこれでほんの数分で、まあ、10枚ぐらいは開けられるんで、自分の好きな紙を買ってきてここに留めていろんな紙をちょっとテストするみたいなことができるかもしれないですね。でこれも書き物をするにあたって、そうだな、まあまあ、平らに開くんで、これもそんなに高価なものじゃないんで、もっと高いシステム手帳とかだとここにね、ちょっとその段差を解消するような仕組みとかいろいろあって、プロッターとかだとここがこんなガクってならないようになっていたり、要するにここにちょっと厚みのあるその台紙が、あったりとか、この部分がこれはプラスチックなんでちょっと厚みがありますけど、これは金属で割と薄めにできていたりとかして、そんな段差がないように、作られたりしますけど、こいつはまあとりあえずそうだな、なんか6欠と互換性があれば6欠のやつの書き終わったやつを例えばしまっておくものとして使ってもよかったんですけど、互換性はないので、まあこれはこれでちょっとルーズリーフの方でもいろんな面白い紙とかがあるかもしれないんで、そういう時に、ちょっと紙をいろいろ試してみるみたいな時にその紙を入れる、ものとして使っていこうかなと、思います。なかなか手帳をね、やっぱりとかノートを増やしすぎると収集つかないと言いつつ、今試してみたんだけど、例えばフールス紙とトモエリバーとかでも書き味ちょっと違いましたし、有名なところで言うとグラフィーロとか、なんだっけ、バンクペーパーだっけ、いろんなその万年筆に使えて面白い紙っていろいろあるんですよね。あるいは僕みたいにその絵を描く人間はそれこそケント紙とかミューズ紙とか水彩紙とか、その辺をいろいろ試してみたりするのもまあ面白いかなと思います。ということでした。まあ今回はトラベラーズノートのちょっとバインダーとバインダーもこうしまっちゃったこのクレイドの、ルーズリーフをレビューしてみました。なかなかおしゃれでデザイン的には、いいかなと思います。ということでした。ありがとうございました。ではでは。